はい、どうも、料理人 VTuber の高見人でございます。ということで、今回のね、ご紹介するものはこちら。はい、ソースブルテでございます。で、こちらなんですけども、以前ご紹介しました、はい、こちら。はい、ソースベシャメルですね。こちらが作れれば特にね難しいことなくこちらのねソースブルテ作れるようになります。で、ベシャメルとは違って牛乳ではなくて、はいこちらせーのドン、はい、フォンドボライユを使ったものになります。ですので、こちらのね、ベシャメルとフォンドボライユは概要欄の方に URL 貼っておきますので、もしね作り方気になるよという方はそちらの方をご確認ください。で、こちらソースブルってね、単純にそのまま使うっていうことはなくて、他にね何かプラスアルファで加えていって、ソースブルって何々みたいな感じで使うことがほとんどでございます。で、今回はハーブをね加えたレシピの方をご紹介させていただきましたので、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい、じゃあ材料の紹介です。じゃあね、こちらルーの基本となるバターですね。で、こちらが薄力粉でございます。こちら白ワインになりますね。で、こちら生クリームご用意ください。はい、こちら、マイユのね、ディジョンマスタードになります。で、ハーブ類ですね。まずフレッシュのエストラゴンでフレッシュのセージで、こちらドライのローリエになりますね。で、こちらフォンドボライユになりますね。で、今回焼き上げる鶏になります。特に骨付きじゃなくても全然問題ないです。はい。今回は骨付き使わせていただきます。で、セージの方はまず葉っぱをねちぎっていきます。こんな感じで葉っぱの部分だけで OK です。で、エストロゴンなんですけどもちょっと大変かもしれませんが、このね葉のところだけを使いますのでちぎっていきます。結構多くやった方がいいですね。で、これを粗みじんにしていきます。あんまり細かくしないようにだけは注意してください。軽くで大丈夫です。こんな感じで大丈夫です。で、鶏肉ですね。くるぶしポロってこう落としていただいて、で、骨がねこうくの字に入ってますので、ここのこうですね、こんな感じで骨が入ってます。で、ここの縦にねこう今油の筋が見えると思うんですけども、そこに切れ込みを入れると簡単に関節のところにこんな感じで包丁が入りますので、あとは骨に沿ってねこの肉を削いであげて骨を取ってあげれば OK ということですね。で、鶏のさばき方はどこかでですねちゃんとした動画作りたいなと思っておりますので、ちょっとその時までお待ちください。一応ねざっくりはこんな感じで関節の周りの筋を切ってあげて、で引っ張ってあげると取れます。で、余分な油を取って下処理したものにこれから塩を打っていきます。で、胡椒をしまして、白胡椒で大丈夫です。で、ひっくり返しまして、こちらは塩だけで大丈夫です。胡椒を振ってしまうとこう焼いた時にですね結構焦げてしまってそこがちょっと目立っちゃうっていうのがあって、塩だけにしてます。ではブルーテのソース作りです。まずバターをまず溶かしましょう。もう全体的に溶けましたら粉を入れていきます。ここはねベシャメルと同じです、ですのでちょっとね火を弱めまして、粉をゆっくり炒めていきます。
でね、こう香りを嗅いでいってクッキーのような香りがしてきて、今ちょうど嗅いでますね。クッキーのような香りがしたら、ここで白ワインを全部入れちゃいます。ここでねアルコールがほぼほぼ飛びますので、ここはもう一気に入れちゃった方がいいです。熱があるうちにねスパッと飛ばしたいっていうのがありますので。でよーくね練っていただいて、でそこから、フォンドボラ油をちょっとずつ入れて伸ばしていきます。でこんな感じでねさらっとしてきますので、でそこにローリエを入れて、ここからしっかり火を入れていきます。でこう煮立ってきましたら、生クリームを分量分全部入れちゃってください。で、別のボウルにですねマスタード、こちらも分量のところに、このブルーテのね、ソースをこう入れていって、これを混ぜていきます。でなんでこう別で、こうマスタードをやるかっていうと、こう結構熱のあるところにこのマスタードを入れてしまうと一気にですねちょっと色が飛んでしまうっていうところがあって、で、今回はこのちょっとマスタードの色が重要になってくるので、別で入れて、でもうねこの時点で火は止めてます。はい。で、ここで、マスタードの色をねはっきり出していきまして、こんな感じの滑らかさになれば OK です。でちょっと味見まして、塩が足りないと思えば少しね入れて味を整えてあげれば OK です。でね今回ちょっと使う分だけ、小鍋に入れて、準備だけして待機しておきます。はい、じゃあ鶏を焼いていきます。まず皮目じゃなくて身の方からいってください。これは主に縮み防止っていうのがあるので、一回ちょっとこちら側を軽く火に当ててもらって、でひっくり返してから皮を焼いていきます。ですのでこの身の方はねしっかり火入れるっていうよりかは、ちょっと表面だけ固めるっていうようなイメージで大丈夫です。で、皮目の方をしっかり押さえてあげて、こんな感じですね。皮がきれいに焼けますので。でね、ちょっと焼きづらいところはこうやって油をかけていってあげてください。一回ね鶏は逃がして、このフライパンを軽く洗います。で油をひいて、でバターをね入れていきます。でこう溶かしているところにセージを入れていきましょう。こちらですね。このねバターとセージの香りが最高なんですよね。私フランス料理やっててよかったって思う瞬間、この瞬間なんですよね。いい匂いなんですよね。本当に大好きですね。で火に入りづらいところにこう油をかけてあげて、で、取り上げていただければとりあえずはまずここまでは OK で、あとはオーブンで10分、火を入れさせていただきまして、もうこれで完全に火入ってますんで、180度で10分入れさせていただきました。いいですね。いい感じです。で、先ほどね小鍋にしたものを一回ね火をかけてしっかりね温めます。
で、熱々になったところに、このエストラゴンをね、一気に入れます。で、かき混ぜますと出来上がりました。これでね、もう最高のソースが出来上がりました。でもそれをね、大胆にドボーっといっちゃいましょう。で、鶏を乗せまして、で、フリット状になったセージの葉をね、ちょっと飾りで置かせていただきまして、ソースブルーテオエルブでございます。いかがでございますかね。では実食です。皮パリパリですね。こんな感じですね。うまい。うまいな。ザ・ブルーテって感じだね。いやー、これよ、これ。このブルーテにしかない滑らかさの中に、このふわっとね、このエストラゴンの香りが香ってくるっていうのがね、すごいエレガントな感じのやつですね。最高ですね。これ週末に出てきたら惚れるね。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースブルテでございました。で、今回ね、ご紹介したのはこのね、エルブをハーブですね、入れたパターンのものをご紹介させていただきました。こちらですね、今回は鶏で、ご紹介させていただきましたけども、当然ね、豚にも合いますし、野菜にもね、温野菜にかけて、召し上がるのも非常に合いますし、あとですね、魚介類にも結構合うソースに仕上がっております。で、添え野菜だけでもなくて、例えばパスタに絡めて、で、ご提供するということも、フランスのね、ご家庭の中ではあったりします。はい。で、このね、ソースブルテですよね。この、骨付きもも肉でポーンとね、週末に出されたらもう男性諸君はドキッとしますよね。もうそこにね、とどめで、どうする白ワインにするなんて言われちゃったら、もうさすがに皆さん男性陣はイチコロなんじゃないですかね。そんなに単純ではないかもしれないんですけども、ただ週末にね、これ、いった形のね、料理をポーンって出されたら結構男性は嬉しかったりします。はい。もちろんね、逆に女性陣の方でも、こういったね、鶏肉、こうダイナミックに出すのも結構なんですけども、ちょっとね、彩りの野菜なんかも添えてあげると非常にいいんじゃないかなと思っております。はい。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。